どうもこんにちは、川口のきんです。明けましておめでとうございます。年始からなかなか動画投稿できずにいたんですが、今年2025年1本目となる動画はもうかなり前のことになってしまったんですが、去年の夏にバリドさんのところにお邪魔して寮を見学させてもらい、そして飼料と革作りについてお話を伺った動画出しておりますので、ぜひご覧ください。今回の動画は MTO 新デザインの紹介です。MTO は一昨年の11月に開始した時は紐靴で全8デザインでした。そして春にスキンステッチのエプロンフロントダービーのホースオンを新しく出し、6月頃にローファー、コインローファーとタッセルローファーの2種を出しまして、全11デザインになってました。そして新しいチークというデザインはこちらなんですが、これは実は去年の8月にはもうアッパーはできててオーダーはできる状態でした。オーダー会にアッパーだけ持って行って、で実際オーダーもいただきました。ただちょっと時間がなくて、なかなかこのサンプルシューズ、靴の完成品にできておらず、ちゃんとした形で紹介できていなかったので、今回やっと完成しましたので、新デザインチーク紹介したいと思います。 MTO12 デザイン目のチーク、こちらはセミブローグですね。新デザインとは言いつつも、機種の MTO はまだスタンダードのデザインを拡充させている段階ですので、こちらのチークも非常にスタンダードクラシックなデザインです。モデル名チークというのは、こちらも MTO のデザインに共通する樹木の名前なんですが、実はこのセミブローグのデザインというのは MTO 開始当初から計画にありました。世界三大名木といって高級家具によく使われる美しい木が3種類ありまして、マホガニ、ウォールナット、チークなんですね。この三大名木というのは非常に重要な名前ですので、革靴のクラシックなデザインである3型をこの三大名木に当てはめるというのをもともと計画していました。すでにウォールナットとマホガニはラインナップにあります。ウォールナットは非常にシンプル、一番オーソドックスなキャップトですね。そしてマホガニというのは家具でも華美な印象がありますので、華やかなフルブローグとなっています。そしてその中間に位置するセミブローグはチークと名付けました。基本的にほぼほぼデザインが共通していますね。ウォールナットの違いとしては穴飾り、ここのパーフォレーション、そしてメダリオンがあることですね。フルブローグ、マホガニとの違いは、つま先がウイングチップではなくまっすぐなストレートチップになっていることです。こちらラウンドトーですが、スクエアトーで製作することも可能です。かかと周りはシームレスヒール。かなり細かい違いとして、マホガニとの違いがこのフェイシングの穴飾りですね。この部分がマホガニでは親子穴、こういった大きい穴と小さい穴の組み合わせになっているのに対して、チークは全て小穴になっています。マホガニよりも少し装飾を抑えめにしたいということで、わずかな違いなんですが、こういったところにも違いがあります。そしてこのサンプルシューズ、アッパーの革はホーウィンのパイオニアレインディアという革で、牛の片牛の革なんですが、こうひし形っぽい四角っぽい片牛がされている革ですね。色はタンという色です。赤みがかった茶色ですね。非常にかっこよく仕上がっているサンプルだと思います。ちなみにこのサンプルはライニングは茶色になってますね。最近ライニングで結構人気が高いのは、キャメルはやっぱり一番オーソドックスなので人気高いんですが、このブラウンとネイビー、そしてグリーンがかなり人気が高いですね。セミブローグというのはすごく使いやすいと思いますね。ウォールナットはストレートチップで非常にシンプルで、ビジネスシーンでは間違いないですし、冠婚葬祭でも一足は持っておきたいデザインですが、やはり普段履くには少しシンプルすぎるかなというところもあります。一方でフルブローグのマホガニはかなり装飾感が高くてですね、革の組み合わせにもよるんですが、結構派手な印象になります。このセミブローグはウォールナットとマホガニの中間というよりは若干マホガニ寄りですが、それでもやはりマホガニよりは装飾感が少なめで、非常にオンオフ使いやすいと思います。また MTO モデルにはウォールナットの次にこのキャップにだけ
穴が開いたアンチドキャップとのペカンというのもありますので、お好みに合わせて装飾度合いを選択できます。オンオフ両方使えるデザインですので、革やソールのオプションの選び方によってごつめにしたり、逆にかなりドレッシーめにしたりといった幅広くカスタマイズができるデザインだと思います。はい、ということでチークの紹介でした。 MTO で出したいデザインというのは実はまだまだたくさんあります。かなりスタンダードでクラシックなデザインのベースが揃ってきましたので、少しずつ機種ならではの個性的なデザインだったり、機種ならではの個性的な革が映えるようなデザインだったり、そういうのを増やしていけたらと思います。ただいろんなデザイン増やしていくためにたくさんのオーダーいただいて、どんどんね次につなげていく必要がありますので、ぜひ1足すでにオーダーいただいた方は2足目を、まだオーダー迷っているという方は受注会やオンラインショップにてオーダーいただけることをお待ちしております。ということで2025年もよろしくお願いします。それではまた。